笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるいでちゃんです。今回は認知機能、特に実行機能に効果的な運動をご紹介します。実行機能というのは目標を達成するために重要な役割を果たします。例えば、運動を習慣化したいなというのが目標だとすると、まずは計画。一日の中のこの時間が体が動きやすいから、毎日この時間に運動を取り入れようと計画する力。次に抑制と制御。運動を続けたいんだけど、気がついたら携帯ばっかり触ってしまう。携帯は何時から何時までオフにしておこうと目標達成のために我慢するような能力です。そして柔軟な思考。この時間に運動する予定だったんだけど、今日は市役所に行く用事ができて、代わりにこの時間だったらできるなと柔軟に考える力。などなど、まだありますが、これらの実行機能は主に脳の中の前頭前野によって制御されます。パーキンソン病の場合も障害されやすい機能であり、この機能が低下すると非常に日常生活に困難をきたしてしまいます。なぜなら特別重要な用事でなくとも生活の中に予定を立てたり、計画をしたり、柔軟に予定を入れ替えたり、それを滞りなく実行するというのは日々連続的に起こるものだからです。そしてやらなければならないことが溜まってしまうと、もう何から手をつけていいかわからず、何もかも放棄したいような、億劫で何もしたくなくなるような感覚があるのではないかと思います。今回はこのような実行機能に効果的な運動をご紹介していきます。といっても特別な運動方法があるわけではなく、有酸素運動がこの実行機能に有効とされていますので、今まで通りストレッチや筋トレ、少し楽しくなるようなバランス練習やリズム運動を組み合わせてやっていきたいと思います。しんどいなと思った時には力の入りすぎかもしれませんので、少し肩の力を抜いて、呼吸を楽にリズミカルに行いながら、気楽な気持ちで行っていきましょう。このチャンネルでは、このようにパーキンソン病のための運動や有用な知識をご紹介しますので、継続してみたいなという方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、概要欄の公式 LINE リンクから登録をお願いします。始める前にタオルを1枚ご用意ください。それでは始めていきましょう。ではまず首のストレッチから始めます。背筋を正して上を向きます。下です。下を向きます。横に倒します。反対です。続いて横を向きます。
反対です。では、ぐるり一周します。今度は両手を万歳して、片手でもう片方の手首を持って横に引っ張るようにして体を横に倒します。この時、肋骨と骨盤の間の筋肉がしっかり伸びるよう意識しましょう。反対です。続いて胸の前のストレッチです。手を座面の少し後ろに置いてぐっと胸を反らせます。この時、肩甲骨と肩甲骨が後ろで寄っていくイメージを持ってください。胸の前、肩の前、そして肩の上も伸ばしていきたいので、胸を開いて肩が胸の延長線上に来るようにしっかり後ろに引いて伸ばします。そして肩が上がらないようしっかりと下げ切ります。続いて大臀筋のストレッチです。片足だけあぐらをかいてしっかり外に広げます。骨盤からしっかり起こして背筋を正してお辞儀していきます。この時、あぐらをかいている方のお尻が伸ばされているのを感じましょう。反対です。では今度は膝の裏を伸ばしていきますので、タオルをつま先に引っ掛け、膝をしっかり伸ばします。上体は骨盤から起こして背筋を正します。この状態で膝が曲がらないようしっかりタオルを引き寄せます。膝の裏の筋肉がしっかり伸びているのを感じましょう。反対です。
続いて、アキレス腱のストレッチです。アキレス腱とは、かかとの上のこの硬い筋のところですが、ここが柔らかくなることによって足首が柔らかくなります。背もたれに持たれていいので、タオルを引っ張ってアキレス腱を伸ばします。反対です。続いて筋トレとバランス練習を同時に行っていきます。もともとこのチャンネルでご紹介している筋トレはダンベルなどの負荷を使っていませんので、しっかり背筋を正してバランス練習を行っていけば、低負荷ですが筋力強化にもなりますので、姿勢が崩れないよう行っていきましょう。リズム運動も兼ねて連続的に行っていきます。バランスに不安のある方は片手でテーブルなどを持ちながら行ってください。では骨盤を起こして背筋を正します。足の裏がすべて床につくようにしましょう。では片手は腰、片手は前にテーブルがあって、そこに何かを取りに行くようなイメージで手を伸ばします。交互に10回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて横です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて上で拍手。次に膝をパン。交互に繰り返します。上で拍手。パン。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて前でパン。後ろでパン。または腰をパン。これを繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に腰に手を当てて後ろにひねります。しっかり真後ろにあるものが見れるようにひねっていきます。こんな感じです。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に片手を上に伸ばして、上からお金が落ちてくるようなイメージを持って取りに行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に線を抜いて少し前で掲げるような動作です。
剣を抜いて掲げる。繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では、ステップです。しっかり骨盤を起こして背筋を正しましょう。1分間続けます。大きく手を振りましょう。膝伸ばしです。骨盤が後ろに倒れないよう状態をキープしましょう。30回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。続いてつま先上げです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。かかと上げです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。ステップします。今度は前後にステップします。出して揃える、戻して揃える、出して揃える、戻して揃える。1分間続けます。肩の力を抜いてリズムよくステップしましょう。次はサイドステップです。横に出して揃える。
横に出して揃える。横に出して揃える。横に出して揃えるです。1分間続けます。もう一度、普通のステップです。前後ステップです。最後にサイドステップです。普通のステップです。これで終了ですので、だんだんとスピードを緩めていきます。では深呼吸します。鼻から吸って手を横に広げます。息を吐きながら丸めます。もう一度鼻から吸って
息を吐きながら丸めます。最後です。鼻から吸って、息を吐きながら丸めます。お疲れ様でした。今回は認知機能、特に実行機能に効果的な運動をご紹介しました。実行機能に効果的なのは有酸素運動ですので、外出して散歩などができる方は、それを続けて行っていただくのが一番いいと思います。天気が悪い日や暑さ指数が31を超えるような原則屋外での運動中止の日などは、自宅でこの動画を見て有酸素運動を行っていただけたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。